て、魔法少女モチーフの服。はあ、すごいな。展示スペースにあった服と同じ作者さんだよね。さっき見た時も思ったけど、やっぱり世界観に引き込まれる感じがする。モデルさんの傷があるメイクとか、手足に巻かれた包帯とか、本当に戦って傷ついた跡みたい。何あれ、痛そう。なんか、ちょっと怖い感じがするよね。でも、衣装が破けてる表現とかは可愛いかも。あのリアルな感じ、どうやって作ってるんだろう。どうしてこういう服にしたんだろう。展示もステージでも同じモチーフにしてるってことは、デザインした人にはきっとすっごく強いこだわりがあるんだろうな。自分が作りたい作品をこうやって見てもらえたら、どんな気持ちになるんだろう。すっごく楽しかった。いろんな服がたくさんあって、面白かった。ねえ、僕もすっごく刺激もらえたし、本当来てよかったよ。みんな、帰ってるみたい。オープンキャンパス、もう終わりなの？メインイベントみたいなのは終わった感じだね。でも、ミク、もうちょっとだけ付き合ってよ。うん。確かこの辺に、あった魔法少女の服、もう一回見ておきたかったんだよね。細かいところの作り込みとか。やっぱりいつ見てもいいよね。あれ、僕以外にも見に来てる人いたんだ。お客さんかな。ショーも大成功だったよね。客席の方も圧倒されてたみたいだし。わかる。包帯の汚れ具合とか巻き方とか、メイクもすっごくこだわってたもんね。うん。もしかして、この人たちの中に服を作った人がいるのかな。あの突然すみません。今日展示もステージも見させてもらって、この衣装すっごく良かったなって思いました。心に残ったっていうか、今日見た服の中で一番可愛いっていうか。へえ、かわいいか。そういう感覚もあるんだ。でも褒められてるじゃん。よかったね、吉野。ああ、うん。ありがとこの人が作者さんなんだ。でも、どうしてこういう服を作ろうと思ったんだろう。もちろん好きだからだとは思うけど。あ、あの、どうしてああいう服を作ってるんですか？う。どうして？えっと、僕、魔法少女系のアニメ好きなんですけど、なんで全部傷ついてる感じなのか気になって。さすがに迷惑だったかな。ごめんなさい。もし答えづらかったら。俺が、そうだったから。えっと、もう、それじゃわかんないじゃん。もうちょっと話してあげたら？でも、見ず知らずの奴の一人語りとか聞きたくないでしょ。もし話してくれるのなら、僕は嬉しいです。
迷惑じゃなければですけど。俺、魔法少女って悲しい存在だなって思ってたんだ。なんか、毎回敵と戦ってるだろ。それで傷つけられても戦うのはやめない。二次元の話だろうとは思うけど、なんでそこまでして戦ってんだって思ってた。けど、俺も同じだなって感じたんだ。え？昔、妹のために人形の服作ったりしてたんだけど、それをバカにされたり、いろいろ言われたりして、何も知らない奴らからどう言われても別にくだらないって思ってんのに、いちいちムカついてさ。けど、それでも生きてくために毎日制服着て学校に行ってる。なんかそれって俺が思ってた魔法少女と同じだなって気づいたんだ。傷ついたって生きてくためには嫌な奴がいるところに行って戦い続けなきゃならないんだなって。それならつけられた傷ごと服で表現したいと思ったんだ。それでずーっとこういう服ばっかり作ってるんだよ。最初見た時はびっくりしたな。でも。だけどこいつの服すっごく好きなんだ。私はどっちかっていうと Y2K 系が好きだから、そもそもロリータとかは趣味じゃないんだけど、最初見た時に圧倒されたんだよね。傷の一つ一つに設定があったりして、こいつにしか作れない世界観があるなってさ。どうしてそういう表現したの？そこのダメージ加工ってどういうことって吉野が作品作るたびに聞いてたよね。あれ、鬱陶しかったな。ちょっと楽しそうですね。そう見えた。まあ、でもそうかもね。こいつらは鬱陶しいけど、俺の服はまっすぐ見てくれてるし、それは楽しいよ。ねえねえ、君もデザイナー目指してるの？はい。まだ考えてる途中なんですけど。そうなんだ。もしかしたら後輩になるかもなんだね。じゃあその時はまたいろいろ話そうよ。君の作品も見たいしね。はい。じゃあまた。